こんにちは、現役教官です。今日勉強するのは教習項目4、車が通行するところ、車が通行してはいけないところ、この項目についてやっていきたいと思います。路上で運転しているといろいろなルールがあるんですが、その中でも車が通っていいところ、車が通っちゃダメなところがあるんですね。これを知らずに運転すると事故を起こしたり、警察のお世話になる可能性大ですので、試験だけじゃなく免許を取った後のためにもしっかり勉強していきましょう。誰でもわかるように僕も頑張って解説します。それでは早速いきましょう。まず最初に覚えてほしいのは、道路を大きく分けると歩道、車道、路側帯の3つに区別できるということです。歩道、車道、路側帯。歩道、車道、路側帯です。まずはこの3つを覚えましょう。車が通るのはもちろん車道ですね。軽車両も車の仲間なので基本的に車道を通行します。歩行者が通るのは歩道か、なければ路側帯を通行するようにします。路側帯とは歩道がない時の道路端の白線のことです。路側帯なら軽車両も歩行者に注意して通行して OK です。そんな路側帯には3つの種類があります。路側帯、駐停車禁止路側帯、歩行者用路側帯、この3つです。この2本の白線で示された歩行者用路側帯の場合は、通行できるのは歩行者のみで、軽車両も通行できないので注意です。軽車両も通れるなんてよーく引っ掛け問題で出る印象なので覚えておきましょう。次に二輪車ですが、押して歩くときは歩行者として扱われます。故障したときなんかは押して歩くこともあると思うんで、その時は歩道や路側帯を通行してください。ただし、エンジンをかけているときや側車付きのもの、他の車を牽引している二輪車を押しているときは歩行者として扱われないので注意が必要です。エンジンがかかっていたらいきなり走り出す危険がありますし、側車付きや牽引している二輪車で歩道を歩いていたらかなり邪魔ですからね。これでは歩道を歩いたらダメです。次に左側通行について解説します。日本は皆さんがご存知の通り左側通行です。中央線のある時もない時も左側を通行するようにしましょう。そうすると対向車とぶつからずに通行ができます。また、その時には左側かつやや左寄りを通行するように意識してください。そうすると対向車との距離ができて、より接触事故の防止ができます。また、中央線なんですが、中央線なんて名前がついてますけど、必ず道路の中央にあるとは限りません。こういう、こっちは1車線、あっちは2車線といった道路もあれば、時間帯によって中央線がずれる道路もあります。問題で、中央線は必ず道路の中央にあると出たらその答えは×ですね。普段はその中央線の左側部分を通行するんですが、次の5つの場面では例外として右側にはみ出して通行することができます。1、一方通行の時。対向車がない道路なので左に寄らず道真ん中を走って OK です。2、道が狭い時。道幅的に左側部分だけで走ることが無理な時ですね。3、工事などの障害物を大きく避けるとき。所内コースに障害物を設けてある場合も同じですね。4、6メートル未満の見通しの良い道路で追い越しをするとき。ゆっくり走っているゴミ収集の車の方とかを追い越すようなときですね。5、右側通行の表示があるとき。左側部分だけで走るのに困難な険しい急カーブ道にあったりします。以上が左側通行の例外となりますが、1番の一方通行の時以外は対向車が来る可能性があるので、はみ出し方ができるだけ少なくなるように気をつけましょう。次は車両通行帯のない道路と車両通行帯のある道路について勉強しましょう。まず車両通行帯がない道路とは片側1車線の道路のことです。車両通行帯のある道路とは片側2車線以上の道路のことです。まずこの違いを覚えてくださいね。ここで気をつけるのが車両通行帯のある道路の方なんですが、2つの車両通行帯のある道路と3つ以上の車両通行帯のある道路では通行の仕方が変わります。この違いを理解するのがこの項目ではすごい重要です。まず2つの車両通行帯のある場合ですが、右側の通行帯は追い越しや右折をする車のために開ける必要があるので走ってはいけません。なので左側の通行帯を通行することになります。ということで、2つの車両通行帯のある道路は左側の通行帯を通行すると覚えておきましょう。
次に3つ以上の車両通行帯のある場合ですが、同じく右側の通行帯は追い越しや右折をするために開ける必要があるので走ってはいけません。そこで空いている通行帯を通行するんですが、この場合だと左側と真ん中が空きます。この空いた通行帯を速度の遅い車が左側、速くなるにつれ右側を通行するようにします。3つ以上の車両通行帯のある道路では、空いた通行帯を速度が速くなるにつれ右側を通行すると覚えておきましょう。このように2つの車両通行帯のある場合と3つ以上の車両通行帯のある場合では通行の仕方が違うので、試験の引っ掛け問題には皆さん注意してください。また、それとは別で、標識や表示で二輪や軽車両、他の自動車の通行帯が分けてある場合があります。その時はそれに従って通行しましょう。それと似たもので、大型貨物車はここを通行しましょうと、通行帯一つだけ指定されている時があります。この場合は、大型貨物車などは指定された通行帯を通行してください。ただ、指定の標識、表示であり、専用を意味するものではないので、他の自動車も通行できるので注意しましょう。次に歩行者用道路です。その名前の通り、歩行者のための道路のことですが、こんな感じで週末のある時間帯だけ区切って歩行者用道路にしている場合もあります。車はこの標識のある道路を通行したら基本ダメです。ですが、沿道に車庫を持つ車など通行を認められた車は通行できます。この場合は周りに歩行者がいてもいなくても徐行するようにしましょう。次は路肩についてです。路肩とは歩道や路側帯のない道路の端の部分のことを言います。路肩は軟弱で崩れやすくなっている場合もあるんで、車体の重い四輪車では通行が禁止になっています。ただし、四輪車と比べ車体の軽い二輪車では通行が禁止されていません。危ないからできるだけ通らないようにしますが、一応通行は可能です。次は軌道式内の通行についてです。軌道式内とは路面電車の通行するレール部分のことを言いますが、原則として車は軌道式内を通行したらダメです。ですが、例外として右折などで横切るような時などや、軌道式内通行可の標識によって通行が認められている場合は軌道式内を通行できます。ですが、標識により軌道式内を通行している時に、後ろから路面電車が近づいてきた時は、軌道式外に出るか、十分な距離を保って路面電車の進行の邪魔にならないようにしましょう。次は初心者がうっかりやっちゃう混雑時の失敗4例です。まず1つ目、信号は青信号です。そのまま進んだら前方が混雑していたため交差点内で止まってしまいました。これは他の交通の妨げになるし危険なのでダメですね。2つ目、まっすぐ走ってたらちょうど白のしましまの表示の上に止まってしまいました。この表示は停止禁止部分といって警察署や消防署の前などにあって止まったらダメな場所なんですね。3つ目、踏切の中、もう明らかに危険なので中で止まらないようにしましょう。4つ目、横断歩道の中、歩行者が通れなくなるので中で止まってはダメです。混雑しているときは交通事故も起きやすいです。だからこそ急がず前方の状況を見ていつもより慎重に運転してください。では最後に練習問題です。第1問、中央線は道路の中央にあるとは限らない。対向車線と車線の数が違ったり、時間帯によって中央線の位置が変わる場所もあります。第2問、同一方向に2つの車両通行帯があるときは、速い車が右側、遅い車は左側を通行する。2つの車両通行帯の場合は、左側の通行帯を通行します。速度に合わせて通行する通行帯を変えるのは3つ以上の車両通行帯がある場合です。第3問、路肩は四輪車も二輪車も通行が禁止されている。四輪車は通行禁止ですが、二輪車は一応通行可能です。今回の教習は以上となります。お疲れ様でした。このチャンネルでは現役の教習所教官による免許試験対策や免許に関わる情報を配信しています。よければ今回の動画の評価やコメント、チャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。